はいどうも皆さんこんにちは。今回は織田信長の家督継承についてお話ししていきます。今では日本史上最も有名な人物の一人である織田信長ですが、生まれたばかりの織田信長はもちろん有名人ではありません。当時の日本で有名だったのは細川、三好、畠山、六角のような歴史マニアでなければ名前すら知らない一族です。一方の織田氏はというと、まだ尾張の国を統一することすらできていない状況でした。今回の動画では信長の父織田信秀が頭角を現して信長に家督を譲るまでを見ていきます。それではまず織田氏とはどういう一族なのかというお話から始めていきましょう。織田氏というのは戦国時代に尾張の国、現在の愛知県西部で守護代を務めた一族です。そもそもなぜ織田氏が尾張を治めるようになったのかというと、織田氏の上司にあたる柴氏という一族から尾張の統治を任されたからでした。柴氏は越前、尾張、遠江の守護を務めていましたが、全ての国を一人で見るのは大変です。なので部下たちに統治を任せたんです。要するに織田氏は将軍から守護に任命された柴氏、柴氏から守護代に任命された織田氏といったように低い地位からのスタートでした。さらに織田氏は伊勢守家と大和守家の2つに分かれている中で、信長が生まれた壇上の城家はその大和守家に仕える家でした。つまり信長の家は将軍の部下の部下の部下という状況だったんです。こう考えると信長が有名ではなかったということも理解できるかと思います。さて、先ほど織田氏は伊勢守家と大和守家の2つに分かれていたとお話ししましたが、当時の尾張はこのような状況で、赤い方が信長が従っている大和守家でした。つまり伊勢守家に勢力範囲としては負けている状況ですね。大和守家はまず愛知郡へと進出し、続いて飛び地となっている開西郡を奪取します。こうして港町を確保した大和守家は経済力を強化していき、力をつけていったのです。さて、この頃尾張の周辺には美濃の斎藤氏、三河の松平氏がいました。壇上の城家の家督を継いでいた織田信秀は松平氏や斎藤氏に攻撃を仕掛けていますが、あまりうまくいかなかったようです。この織田信秀とドタ御前の間に生まれたのが吉方氏、後の織田信長です。諸畑城で生まれたと言われています。その後信長の父信秀は名古屋城を本拠地としていましたが、新しく古渡城を築城して本拠地を移します。つまり名古屋城が開くんです。こうして名古屋城に入ったのが成長した織田信長でした。さて、ここで一旦織田氏のお隣さんである松平氏について見ておきましょう。松平氏の西側には織田氏が存在しており、攻撃を仕掛けてきていたということは先ほどお話ししましたが、反対側の東側には誰がいたかというと今川氏がいました。今までの動画で見てきた通り、今川氏は代々西へと勢力を伸ばしていく方針をとっていましたので、松平氏は東の今川氏からも圧力をかけられていたんです。このように松平氏は地理的に難しい場所にいましたので、松平広忠は嫡男の竹千代を織田氏に人質として差し出したり、今川氏に服属したりしてなんとか勢力を保っていました。この人質として出された竹千代が後の徳川家康です。さて、もう一つ織田氏周辺の大名についてお話しします。織田氏のいる尾張の北に位置する美濃、ここでは時氏が守護を、斎藤氏が守護代を務めていました。といっても時氏は何度も内部分裂を起こしており、そのような混乱の中で力をつけてきたのが永井新左衛門尉という人物です。この永井新左衛門尉の死後、永井氏を継いだのが息子の永井範秀という人物でした。この永井範秀が守護代の斎藤氏の家督を継いだ後、斎藤利政と名乗り、後に斎藤道三という名前で知られていくようになったと言われています。この頃には斎藤道三の力は守護である時氏の力を凌駕するようになっており、美濃の国の実権を握っています。さて、話を織田氏に戻します。今まで見てきた通り、織田氏は北の斎藤道三と東の今川義元に囲まれているという状況なので、織田信秀は彼らと戦っていくことになります。どちらもほとんど同じ時期に戦っていますが、先に今川氏との戦いから見ていきましょう。さて、今川氏と三河争奪戦を行っていくことになった織田信秀は、遥か遠く関東の北条氏康と連絡を取り、今川氏を挟み撃ちにしないかと持ちかけます。近くの国と敵対し、遠くの国と同盟を結ぶ
というのはいい作戦だったんですが、タイミングがよくありませんでした。数年前までは今川氏と北条氏は敵対していましたが、すでに今川氏と北条氏の間では和睦が結ばれていたんです。こうして北条氏に協力を断られた織田氏は単独で三河へと侵攻していくことになります。しかし今川氏も黙っているわけがありません。兵を出して対抗しました。この戦いに織田氏は敗北、信秀は安城城に織田信弘を配置して帰国しますが、その安城城に今川軍が攻めてきて落城してしまいます。こうして今川氏に捕まった織田信弘と織田氏に捕まっていた竹千代が交換されたことにより、織田氏は三河から兵を引いていくのでした。その後竹千代は今川氏の下で成長していくことになり、今川義元から一字をもらって松平元信、後に祖父から一字をもらって松平元康と名乗るようになりました。さて次に斎藤氏との戦いを見ていきましょう。この頃の織田氏は川の向こう側の拠点として大垣城を確保していました。もちろん斎藤道三としては自分の領地に敵の拠点があるので大垣城は邪魔な存在でした。ということで道三は大垣城を攻撃するんです。この攻撃に呼応したのが織田道勝でした。この織田道勝は清須織田氏、つまり信秀から見ると上司にあたる人物でした。これ以前にも2人は争ったこともありましたし、部下の信秀の力が上司の道勝の力を上回っていたということもあったので、道勝としては面白くなかったんでしょう。古渡城の城下を焼き討ちしたり、名古屋城を攻撃したりしています。さらに斎藤道三は松平広忠を動かして東からも圧力をかけました。織田信秀は大ピンチです。斎藤道三を敵に回すのは得策ではない。そう考えた織田信秀は斎藤道三の娘である濃姫を嫡男の信長と結婚させることで同盟を結び、この戦いは幕を閉じました。さて織田道勝によって古渡城は焼かれてしまったので、織田信秀は次男の織田信勝とともに末盛城へと移ります。その後織田氏内部の争いや今川氏からの侵攻に対応していきますが、この頃の信秀は重病に侵されており、なかなか良くなりませんでした。そして1552年、織田信秀は末盛城で死去。42年の人生に幕を閉じるのです。さていかがだったでしょうか。こうして織田信秀の後を継いだのが嫡男の織田信長です。新朝後期によると、信秀の葬儀にやってきた信長には林、平手などの家老がお供としてついてきており、弟の信勝には柴田勝家などの家老がお供としてついてきていたと言います。信長は袴を履かずに仏前に出て、粉末状のお香を掴んで仏前へと投げて帰ったのに対して、信勝は折り目正しい袴を着用し、正しい礼儀作法で焼香をあげたと言われています。それを見た周囲の人々は、信長についていって大丈夫だろうかと不安に思ったと言われています。こうして信長は弟の信勝を当主にしようとする信勝派と戦っていくことになるのでした。ということで次の動画では織田氏の内乱についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。